皆さんこんにちは。ポケモンクレイワールドです。今回作るポケモンはオーガポンです。オーガポンは4種類のお面を持っていて、お面を変えることで見た目が変化します。今回はゆったり解説しているので、ラジオ感覚で聞いてもらえると嬉しいです。とりあえず一番基本的な緑の面から作ります。今回は着せ替えをして面を付け替えれるようにしたいので、かなり慎重に設計図まで用意はしませんが、やっていきます。まずは顔です。目と口の部分の粘土を剥がしていきます。大きく切ってしまった時は作り直しが確定するので慎重にやっていきたい気持ちですが、慎重どころか危なっかしい感じになっちゃってますね。見守ってあげてください。なんかハロウィンっぽさがありますね。白目を埋めていきます。この状態はあまりに似てなさすぎてずっと不安でしたね。これから瞳まで作っていきますが、どんどんかけ離れていくので見ててください。面白いですよ。頭の後ろは羽織で見えませんが、勘で作っていきます。だいぶ持ちやすくなったところで瞳を作ります。瞳の周りは濃いオレンジだったので、境目を絵の具で塗っておきます。ここに粘土を埋めることで、瞳の周りに細い線が見えるっていう作戦です。ここは結構いい感じにできました。眉毛と思いきや目の下にもあるので、眉毛ではない何かを取り付けます。この辺からだいぶ小僧感がありますね。瞳の中の星型は粘土では難しかったので、諦めて絵の具で塗りました。まあ絵の具も難しかったので、皆さんは好きな方を選んでください。星型の周りにもオレンジの線があったので塗っておきます。爪楊枝で。葉っぱのつけまつげと前髪をつけて女の子アピールをします。鬼のポケモンなので牙がちっちゃく見えてて可愛いです。これで顔は完成です。童話の小僧すぎる。胴体をくっつけます。首にはマフラーみたいに葉っぱが2つついています。足を作っていきます。内側は木の幹を切ったようになっています。足先には葉っぱが2枚生えていて、下駄のようでとても可愛らしいです。片足を上げてルンルンな感じのポーズにしようと思います。足の付け根はフリフリみたいな形をしています。オーガポンはメスしかいないんですが、こうしてよく見ると、このポケモンに女の子らしい要素が散りばめられているのがよくわかりますね。羽織を作っていきます。オーガポンといったらこの羽織。お面が変わるとこの羽織の色も変わります。はじめに下地に磁石を仕込んでいます。後で大活躍してくれるのでお楽しみに。つなぎ目のように色が変わっているので、ボロボロになっても自分で直してそうだなぁなんて想像しています。頭を覆う部分には鬼を思わせる黒い角のようなものが生えています。つなぎ目を黒く塗り、後ろに食べたら美味しそうな緑のやつをつけたら羽織は完成です。他の羽織を作るのもすごい楽しみですね。お面を作ります。後で書き直す下書きを頑張って書いていきます。めちゃめちゃ余談なんですけど、自分は絵を描くのがもともと好きで、今でも趣味で鉛筆で人物を模写したり、アクリル絵の具で風景画を描いたりしています。話を戻しますが、面の裏は平面な感じなので、下書きに合わせて粘土を盛り付ける感じで作っていきます。下書きした紙で偶然跡がついたので、それを参考に大まかに形を切り取ります。薄く粘土を重ねていき、蛇腹に重なって見えるようになじませます。このように丸く削れたりしていて、とても難しかったので、一度作り直しています。上から貼り付けただけですが、うまく重なってる感じで見えるよね。目の周りの部分をつけて、白い部分は乾いてから切り剥がします。鼻や口の部分をつなげます。顎長ですが、後で切り取るためです。適当に作ってるわけではありません。
口をくり抜いて黒を埋めます。目の部分もそうですが、後で一工夫するので気持ち深めに切り取ります。自分は黒を使う場合、そのままの粘土だと暗すぎるので、白の粘土に黒を混ぜていって、ちょうどいい色を探しています。サイドの緑の部分を作っていきます。葉っぱが重なって花を開いているような形をしています。このサイドの葉っぱも目と同じくキラキラ光るので、深めに穴を開けておきます。光っている箇所は9箇所あり、底面が白くて、その上にダイヤモンドのように光を屈折しているような輝きがあります。あらかじめ少し深めに切り抜いているので、全部が埋まらないように底面の白い粘土をはめて、薄く伸ばし、最低限の量で済むように調整していきます。目は形が複雑なので、より丁寧に作業しています。お面の最後の工程です。残りの隙間にほんの少し薄暗く着色したレジンを流し込みます。ここで登場する今回の最強アイテム、ネオンフレークの登場です。この光り方がお面のキラキラを完全再現していて、作るのがめちゃめちゃ楽しかったですね。頭の真ん中もギランギランにしていきます。目の中にも綺麗に収まるネオンフレークを探し出し、散りばめていきます。最後に角がかすれた感じの白い傷を書き込めばお面の完成です。どうですか？めちゃめちゃ良くないですか？大満足。ネオンフレーク最強。そして最初に埋め込んだ磁石のお仕事の時間です。お面はちゃんとつけられます。顔の中にもしっかり磁石を仕込んでおきました。そして手の方にも埋め込んでいるので、お面を持っているシーンまで再現可能です。今回は思いのほか長くなってしまったので、他のお面はまとめていつかまた動画にしようと思うので、気長に待っててもらえると嬉しいです。今回の動画はいかがでしたでしょうか？ここまで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録、感想などお待ちしております。それではまた次回の動画で会いましょう。